はじめまして、テンブランクです。明日世界がテンブランクと出会う。そしたら全てが変わるよ。もっとその先にある景色をさ、4人で見に行こうよ。今年7月31日全世界配信されたグラスハート。佐藤はプロデューサーとして5年以上前から動き始めていた。全話にクライマックスを作りたくて、でそのクライマックス一番いいシーンに一番いい音楽を当てていくっていう手法でいきたいんですよ、その映像と音楽のこう割と化学反応を狙っていく感じで、だから作り方も普通ってこう全部映像最初にピクチャーロックしてから音を貼っていくじゃないですか、もう同時進行でやりたいというか、その音楽とその編集を結構同時進行でやっていきたいぐらいのなんかイメージです、でそれ実写でできんのかなみたいな検証をしたくて、なんとなくこう作ってみたのがあるんですよ。私は一度見させていただいているので、RA です、が結構大きいと思って。なるほど。面白い。そこの場合はやっぱちゃんとやってでどうやって作ったんですかこれ。普通に一生懸命作りましこれじゃあ全部。た。最初は絵で V コン作って、なるほど。絵でこうやって、なんとなくこういうイメージだなっつって、じゃあこういうカット欲しいなっつって撮っていく感じでやって、でもまあ個人的にはまあ60から70点ぐらいで、なんかやっぱりもうちょいいろいろだし、これは既存の曲だから、多分、もしこれ本当にやるときはもうサビもう一周してみたいなオーダーをして、その曲を作ってもらってもうちょっと急いでる感じがしちゃうんで、なんか芝居に合わせて音楽を足していくみたいなこととか必要かなと思ってる。すっごいね、半分アクションシーンのようにやっぱり計算し、プラスアルファはそこにちゃんと芝居が乗っていくっていう風にして、だからもう分かりやすくこの1話のサビここなんですよっていうのが、まあ、絶対毎回あって、でかつその流れる曲が全話違うのが面白いなと思ってて、でだから今回の輪はどんな曲がかかるんだろうって思っていくような感じが面白いかなと思うんですよね。もっとカットをなんだろうな、もうちょっとその1分1秒っていう時間をもう気持ち引き伸ばしたくなっちゃうっていうか。でもまさにそのバリエーションもできるじゃないですか、曲を変えることで、でもっとアップテンポの曲でそれこそババババってカットを重ねる時もあっていいと思うし、なんか逆にしっとりバラードみたいなのでゆったり見せる時もあっていいし、なんかそういうなんか楽しさみたいなのできそうですよね。彼女は嘘を愛しすぎてるっていう映画を撮ってたんですよ。そのぐらいの時期に紹介してもらったんですよ。それで気になって読んだのが出会いなんですよ。作者を作って原作者の先生のところに会いに行って、初めてやるんだったらグラスハートがいいなって思ったんですよね。2話はなのでオーラスのそのアクシデンタルハグが多分一番グワッと盛り上がっていかなきゃいけないと思うので、そこに至るまでの茜と藤谷の感情ライン、1話は基本的にライブが始まったで終わった方がいいと思うんですけど、2話の冒頭でちょっと時間を巻き戻したところから始める、その要はライブが始まるちょっと時間を巻き戻したところで、実はそのライブ前に東野と茜のそういうのがあったで、音楽で勝つって決める茜でライブが始まるっていうところを2話の冒頭にするみたいなのはちょっとなくないかなと思ってるんですよね。2話に巻き戻して持ってくる場合って、茜の動揺って振り切るって動揺するわけじゃなくて、その要はなんつうんですか、打ち勝つべき敵を作っとくってことなんですよね。もっと分かりやすくというか、そのうまくいってないありようが大事で、そうですね。やっぱ本当みんなそう普通にやると、そのクライマックスをやりたいその都合のためにキャラを動かして、このキャラが魅力的じゃなくなってしまうってことが本当によく起こるから、そうですね。なんか2人は2人のまま魅力的なままどうしたってすれ違ってしまうっていうことを作れればいいんですけど、クライマックスまでに茜に対する思いみたいなものを育みたいですけどね。その好きにならないって言ったのに好きになってしまうようなやっぱエピソードが欲しいっていうことですけど、
一緒に脚本制作を行ったのはアニメ映画「心が叫びたがってるんだ」など話題作を手掛けてきた岡田真理さんを筆頭に阿久津智子さん、小坂志保さん、気鋭の脚本家たち。監督を務めるのは映像作家、撮影監督、写真家としても活躍する柿本健作さん。ネットフリックスシリーズ全裸監督シーズン2を担当した後藤浩太郎さん。2022年から2024年約3年以上の年月をかけた脚本制作。原作を元にというかドラマは作ってるんですけど、小説だから茜が何考えてるか全部書いてあるんですよ。でもドラマだとその表情一つでそれをこう伝えないといけないじゃないですか。どこまでセリフで補ってどこまでじゃあ表情でいけるんだ、それをこう信じないといけないしベットしないといけない。そこの判断みたいなのすごい難しいですね。メインヒロイン西条茜はオーディションで多数の応募者から選ばれた。茜ってキャラクターが天才たちの中にポンって突然入れられてもがきながら成長していくっていうキャラクターなので、もうテンブランクもそのオーバークローンも完璧な布陣を揃えたから、その中にポンって新人の子が入ってもがきながら達成していくっていう行為が茜と重なるなと思ったんですよ。生き様みたいなものは絵に現れるので、そういったところを期待してオーディションで選ぼうってみんなで話しました。脚本作りと同時進行で楽曲制作も進められていた。彼がうまく乗り切れてないくなってる曲の途中で雨の曲でな雨の曲でって今なってる。まあ1曲目も完璧ではないというか、その実は茜のマックスは出てないっていう。それはこの叩き加減っていうか、この、楽曲的にはこれで芝居でそうさせるか、曲でもこうなんかうまくはまってないようにさせる。リズムがずれるとはまた違うとは思う。なんかリズムは逆に正しく叩こうとして正しく叩きすぎて良さがあんま出てないみたいな。だから例えばさ、叩けてるんだけどなんかすごい苦しそう。まさにまさに。だからライブバージョン用の音をやっぱ全部取り直すみたいな。これから音とか取って現場に入る。取って現場に入るから、そのライブバージョン用の音を取るときにちょっとそれドラムを考えるっていう。このグラスアートって作品は本気でやんないとたどり着かない原作だと思うんですよ。レコーディングスタジオで実際に楽曲制作に取り掛かる。今回藤谷の演奏アレンジを行ったのは菅大郎さん。この間撮ったやつ一回聞いてもいいですか？最初のジャン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 がなくてもいいかもしれないです。もうちょっと右手動かした方がいい感じですか？そうですね。そうですね。でそれ最初が、からもういきなりデレレレレっていうのメロディーに入っちゃってるのに、デレレレレってもう今デンジャンジャンジャンって入ってからグラスアートのメロディーに行ってもらってるじゃないですか。もういきなりグラスアートのメロディーでよくて、それでまあちょっとしたらどんどん盛り上がっていって、イメージで言うとそのドラムを聴いてキーボードが入ってそのピアノをドラムもまた聴いてまたさらに良くなる、なんか合わせてもいくんですけど、どっちかというとドラムもピアノ聴いたことで一番こう盛り上がるというか、相乗効果。そういう意味で言うとピアノを聴いてるリアクションの間がちょっとあってもいいのかもしれないんですよね。ドラムをバーって叩いててピアノが弾いてる時は手は止めてなくてもいいのかもしれないんですけど、ちょっと聴いてるのがあって来たと思ってもやり出すみたいな、お互いこうがむしゃらにやるっていうよりはこう有機的に。雰囲気途中とかも全然良くて、やっぱ出だしが茜のドラムソロからこう入ってるじゃないですか。多分一回ちょっとリズムになった方がいい気がするんですよ。
でそれを掴んで弾き始める。要はなんか今茜のが自由にやってるものを捉えてるじゃないですか。その暴れてる感じもよくいいんだけど、一回なんか、それこそアップルのやつじゃないけど、ちゃんとちょっとは一回なったところに入ってきて、でジョインした一番初めはもうちょい行くのがよくない？ピアノが多分。で、テレンテンテンテレンテンテンって多分ブラザートの一発目がもうちょっと例えばじんわり掴んでる感じがあって、そっから今のスロットにグーッと入るっていう。ちょっとミスりました。今のが一番良かったです。これぐらい開けて一回。こういうことですよね。なるほど。ちょっと一回聞いてますね。ちなみに、本番グランドピアノですよね。違うんだ今はグランドピアノ。なんか最後なんですけど、なんか伸ばさないでもうバーンっていう感じがいいです。投げ捨てるみたいな。一番最後。まず叩いてたら、ピアノが聞こえてくる瞬間がまず一個大事じゃないですか。そうですね。それが前回のやつで聞こえますか？途中今ピアノが入ってからもう割とお互い最初からマックスでぶつかり合って最後までいってる感じがあって、最後それいいと思うんですけど、なんか途中もうちょいピアノが弾いてみたりドラムが弾いてみたりみたいな、そのなんかちょっとしたやり取りがあって最後こう今ぐらいお互いがぶつかって終わるっていうような流れ。そこら辺がドラムがもうちょい本当はなんつうんだろうな、なんかメリハリというかもっと激しくなんかジャーンジャーってなった瞬間にドラムもなんかちょっと変わるなんかと分かりやすいのかもしれないですね。めちゃめちゃ分かりやすくするとジャージャーってなったらドラムにカメラバッそうでダダダダってなる感じがもうちょい分かりやすいと本当はいいのかもしれないですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。確認したいな。2022年から2025年5月配信直前までシーン違いも合わせ計40曲以上を制作。ラッドウィンプス野田洋次郎、ワンオクロックタカ、青など総勢26組によるアーティストと共に楽曲の制作を行った。みんなが天才だって言ってるし、ピアノ弾くだけで空気が変わって鍵盤叩くだけで音楽の神様だって思わせるような人、小説でだから成立してる人物だと思ってたんですよ。でも藤井風さんが現れたんですよ。僕初めてこういうことか、鍵盤を叩くだけでピアノを奏でるだけで音楽の神様天才だって説得力を持つ、なんかそういうような演奏をする人、世界で僕だけかもしれないですけど藤谷だと思ったんですよ。こういうことかって、今まで僕それ知らなかったんですよね。鍵盤一つでそこまで飛べるんだってことを知らなくて、でじゃあ藤谷を具現化することができるかもしれないと思ったんですよ。結構マジで。東宝スタジオの平岡神社でお祓いを行い、プロデューサー兼俳優佐藤健殿、いよいよ撮影が始まる。これだけの素晴らしいメンバーが集まったんで、それはもう間違いないです。保証できます。どこまでいけるのかっていう勝負だと思ってるんで。雨粒たちが僕らの理解などはるか悠々と超える旋律でこの命を祝してる。だから茜はご飯だな。ご飯。そうご飯ね。あ、ご飯。完全にご飯。で、トーヤがベジ。だから覚醒
成するってことだよね。あ、なるほ普段僕なんてできないんですよ。弱虫なんです。チョッパーでしょ。チョッパーじゃないよね。切り返し早っ。切り替え早いな。髪の毛逆立ってなれない。芝居ちょっとサビになったらちょっと金髪やばすぎ。こう切り替わった時にサビになってくる。できる。でもしかして下からちょっと風当てて撮影後も編集打ち合わせやスタジオでのポスプロ作業を何度も重ね、監督スタッフと共にグラスハートを完成させた。僕はただ視差も忘れ無我夢中で君を抱き寄せた。